ご神君。一つ、まめなとも信心の油断をすな。まめであればあるほどに、平穏無事であれば平穏無事であるほどに、強なり手厚なる信心を身につけてゆかねばならん。それにはわらじばき、一生懸命の意の信心がいよいよ決意されねばならん。お道の信心は和楽の道をたどるのであるから。今、それこそ日本の九州地方と言いましょうかは、その平穏無事でない状況にあることと思います。こういう台風というのでしょうか、自然災害というのでしょうか、こういうものが降りかかってきたときに、さあそれをどういただくのが本当だろうかと悩みます。果たして台風がそれるように願うのが本当だろうか、それとも台風でさえありがたくいただくのが本当だろうかと、どちらが信心させていただくものとして取るべきことなのだろうかと思います。確かにこの自然の災害、様々に地震であったりいろいろありますね。そういうものをただ受けていくということなのか、それともやはり私どもにとっては大変都合が悪い、なるべくなら被害ももたらさないでほしい、ですからできることなら避けて通ってほしいという願いをする。どちらが本当かよくわからないところがありますね。今日はそのことに関してかどうかわかりませんが、合唱連行ということをいただきました。辞書で調べてみましたら、なるほどとわかりましたけれども、わかるような感じもいたしますね。この台風に関して、あるいはこの度の新型コロナウイルスに関して、合唱連行でいけよと。その時その時に応じて対処していけというようなことかもしれませんけれども、師匠は天地が自由になってくださると、また教祖様も手り振りのことがわかるとおっしゃっておられたりいたしますね。かと思うと、成り行きを尊び大切に一切合切を受け抜くともおっしゃいますから、これとてもありがたく受けていくのかということでもありますけれども、大変微妙なところですね。ただ何でもかんでも受けていくのかというと、そうでもないところがありますね。それは師匠の4年半の修行明けですか。今まではほうれん草の泥のついた部分も赤い枯れたような葉物を食べていたけれども、これからは栄養になるところだけをいただいていけと。枯れた葉や泥のついた根っこはきれいに洗い、あるいは取り除いて栄養になるところだけをいただいていけばよいと。いわゆるそこに何でもかんでも成り行きをいただけばよいというのではない。成り行きも需要になるところを需要になるところとしていただいていく。これはある意味、人間が人間らしく人間としてこうあった方がよいという願いも神様が聞いてくださる。
あるいはそこの部分をいただいていけばよいということでもありますね。これは成り行きだから何でもかんでもいただかねばならんのだということではないようですね。それからそうですね、ある時師匠にこういうことがありました。これはその時はお断りいたしましたけれども、これを受けることが成り行きを受けることになるのでしょうかとお尋ねしたことがあります。後で疑問になったからですね。そうしましたらその時、いやそれはその受け方でよいと。その時にとっさにそのお断りの気持ちが出てきたら、それはそれで断ってよいと。その時にとっさに出てくるそのこともまた大切にしていきなさいということでしたね。よくよく考えて受けた方がいいのだろうか受けない方がいいのだろうかと迷うような時には、その自分にとって修行だなと思う方を受けた方が良いけれども、とっさにそれを断ったのならばそれはそれで良いというようなことでした。この度の台風でもできたら来てほしくないものではありますね。しかし自然の中では、大自然の働きの中ではやはり必要不可欠なものなのでしょう。であるとすれば、無下にあちらの方に行ってくださいというわけにもいきませんから、来てもらうけれども最小限の被害であってほしいと願います。たくさん困る方たちも出てくるであろう。ですからなるべく可能ならば可能な限り最小限の被害に抑えていただきたいと願うのは人間として当然の願いではないかと思いますね。師匠がある時、それこそご修行時代に一切合切を受けてきたと。お金を貸してくれというものがあったらお賽銭箱をひっくり返して貸したとおっしゃいましたけれども、その裏がまたあったそうですね。実はそういうお金を貸してくれという人が来るときには、その朝に必ずと言っていいほどお賽銭箱の整理をしていて、中のお金はほとんどなかったのだと。もうすでに中は整理をして、そのお金は銀行なら銀行に預けた後だったと。だから手持ちのお金、お賽銭箱にもほんのわずかのお金しか入っていなかった。そういう時に限ってお金を貸してくれという方が来られた。だからこそそのお賽銭箱をひっくり返してでもお金を貸してあげることができたというようなこともおっしゃっておられました。この辺の神様の微妙なお働き、神様のそういうお働きを感じておられたからこそ、お賽銭箱をひっくり返してでも貸されたわけですね。ただ単に全財産を貸してあげられたというわけではないのですね。神様のいわゆるお膳立てがあってのことだったわけですね。これはやはりもしお賽銭箱にいっぱいのお金が入っていて、それを全部貸して与えるということになると、それこそ師匠の家にとっても困られたことでしょう。しかしもうそれがほとんど空っぽだったから、もう整理をした後だったから困ることもなかったわけですね。いわゆる人間として困ることのないようなおかげを授けて、そしてなおかつそこに修行をさせられる。
そういう神様のご配慮があるということですね。いらぬ身を切るようないらぬ修行はしなくてよいというわけですから。いらぬその大被害をもたらしてください。私に力をください。ためには大被害を与えてください。と願う必要はない。それはおかしなことになりますね。人間としてやはり最小限の被害で食い止めてください。と願い、そしてそのことをまたありがたくいただいていく。その神様のそこにお働きくださる働きを、台風をありがたく受けるのではないのですね。そこに働いてくださる神様の御働きをありがたく受けていく。という姿勢だと思いますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。